こんにちは、福工房の小村です。福工房の気軽に楽しむソーイング、今回は21番のハイネックベストを作っていきます。写真は36ページ。これは韓国布のヌビで作っているんですけども、麻の布で素材を変えて作っています。今から作り方説明しながら作っていきますので見てください。それでは21番ハイネックベストの裁断をしていこうと思います。本の中では韓国布のヌビというキルトの布で制作をしているんですけども、今回はこういうちょっと中肉厚の麻の生地で作っていこうと思います。それでちょっと型紙を変えるところがあって、脇は厚地だったので 1.5 センチの縫い代で6個してから割ってたんですけど、これをもう1センチの縫い代にして肩倒しにしていこうと思います。ということで、前の脇と後ろの脇と袖ぐり見返しの脇前後を5ミリずつカットしていこうと思います。あとポケット口も厚地だったので見返しをこういう見返しをつけているんですけども、ここも見返しではなく三つ折りにしたらいいので、ここにも縫い代を三つ折り分の縫い代をプラス 3.5 センチつけていこうと思います。ちょっと縫い代がもうポケット口は縫い代が1センチ入った状態なので、出来上がりから 3.5 なので、2.5 センチプラスしてもらえば良いです。ちょっとその修正を先にしていきます。後ろ身ごろの脇を5ミリカットして、前身ごろの脇も5ミリカットして、前後の袖ぐり見返しの脇もカットして、ポケット口を縫い代を出来上がりから 3.5 プラスしました。他の型紙はそのまま使うことができます。これで裁断をしていこうと思います。まずは、横地の目を通していこうと思います。横糸1本こう引いてもらうと地の目が通るので、こう柔らかい布は特にこうよれたりしやすいので、先に地の目を通しておくといいです。横糸を引っ張ると1本引っ張られた跡が残るので、これでまっすぐに切っていきます。
れで端を横地の目も通りました。で今回使う生地は鎌倉スワニーさんの大人ストライプのリトアニアリネンネイビーブルーを使っています。150センチ幅あるので、たっぷりと使えるようになってるんですけど、150センチ幅であれば SM は135センチ、LL3L は155センチほどいります。で、これは155センチなんですけど、一般的に多い綿麻なんかでしたら112センチ幅が多いと思うので、その場合では2丈いるので全サイズ 2.2 メートルあればできます。参考にして生地を買ってみてください。本の、韓国布のヌビだと、見返しもヌビを使うと厚くなってしまうので、別布の薄生地を使ってたんですけど、今回は全てこの布で裁断していこうと思います。この布は画面ではよく見えないかもしれないんですけど、ストライプの生地になっているので、前端は上下ぴったりストライプに合うように先にストライプの線を切ってから裁断をしていこうと思うので、この辺りはちょっと粗立ちにしておいて、先に後ろ身ごろだけ裁断をしていきます。ずれるのが心配な方は待ち針をして裁断をしてください。この辺りからは1枚ずつストライプを通して裁断をします。前端のストライプを合わせます。柔らかい布なので、何か机かなんかの端にこう平行に合わせるようにして、裾も直角に合うように合わせてから裁断をするときちんと裁断ができます。これでもう前端は切っているので、前端と端を型紙を合わせます。前身ごろはポケットの糸印をつけないといけないので、ちょっと待ち針を細かく打ちます。糸地付けをします。前見返しは粗立ちにし
して接着芯を貼ってから裁断をしていきます。袖ぐり見返しと後ろ襟ぐり見返しも接着芯を貼ってから裁断をするので粗立ちにしておきます。接着芯を切っていきます。粗立ちにした表地と同じ大きさで切ります。芯地があるものを粗立ちにするのは、芯地を貼ることによって縮んだりすることがあるので、それを防ぐためと、あとそれぞれに形に切って裁断をすると貼るときに表地が歪んでしまって型紙通りの形にならないことがあるので、こういうふうに粗立ちにして貼ってから裁断すると確実です。今回はちょっとだけしっかりしたニット芯を使っています。いつも接着芯どれにするか迷うんですけど、今回はちょっとこう貼ってみて決めたんですけども、迷う時には何種類かこのぐらいずつ端切れに貼ってみて、こう風合いを見て決めていきます。今回はこれに決めました。少ししっかりした感じになってます。接着芯を切った後は端切れでいいので、糊をハサミから取っておくといいです。私は芯地専用のハサミを別に使ってるんですけども、それでもちょっと糊は拭き取っておいた方が良いです。これでアイロンで接着していきます。芯地を貼ってきたので裁断をしていこうと思います。まずはこの前端もストライプで、まずストライプの線で切っていこうと思います。この辺。
中表で裁断をしたので、表側が分かるようにちょっとシールを貼っておきます。裁断ができました。最初に伸び止めテープを貼ります。縫い代は割るので前肩にも貼ります。左右同じように貼って、後ろの襟ぐりにも貼ります。前後の裾とポケット口を三つ折りアイロンするんですが、裾は少しカーブしているので折り上げると上端が余ってしまいます。その分をミシンでぐしを寄せてアイロンをかけていきます。裾の7ミリのところを粗い目で縫っていきます。最初と最後は糸を引っ張りやすいように10センチぐらい長くしておきます。これは前後ともに縫います。見返しの肩を合わせます。1センチ入った出来上がりの位置で縫い代を合わせていきます。袖ぐり見返しの肩も合わせます。袖ぐり見返しは型紙外してしまうとどちらが後ろか前かが分からなくなるので、前側でも後ろ側でもいいのでシールを貼っておくと取り付ける時に間違わずにつけることができます。これで肩を縫ってからアイロンで割ってロックをしていきます。見返しの肩を縫います。袖ぐり見返しの肩を縫います。身ごろの肩にロックミシンをかけます。見返しの端にロックミシンをかけます。
袖ぐり見返しの周りにロックミシンをかけます。ポケット周りにロックミシンをかけます。ポケットを作ります。ポケットの三つ折りの上端を反転して端を1センチで縫います。内のリブンを少し引いておくと内側が余らなくて綺麗に仕上がります。ポケットの形を作るために出来上がりの大きさをこの厚紙に移していきます。これはお菓子の箱でも良いです。型紙を移してきたらそれには出来上がりの位置が S サイズ以外は書いてないので、まず出来上がりの位置を書くようにしてください。これでチョコペーパーを裏面に置いて周りをルレットしていきます。これをハサミでカットしていきます。先ほど縫ったポケット口をひっくり返してこれを中に入れて形に取っていくんですけども、これもミシンで串を寄せといて引っ張ってアイロンをかけます。ポケット周りを粗いミシン目で縫います。5ミリのところを縫ってください。最初と最後は10センチぐらい糸を長くしてください。これで上端の中縫いの部分はひっくり返して角を出しておきます。ポケットの型紙はやや脇上がりになっているので、ちょっと中心がどちらかということを書いておくと良いです。これでこの形を合わせて中に入れていきます。中に入れたら上糸だけを引いて形を整えていきます。それで厚紙を取ったらもう一度アイロンをかけておいてください。ポケット口の三つ折りの端を縫います。いきなり縫うと表になる方が糸がゴロゴロしてしまうので、いらない布を縫ってその続きに縫ってください。
前身ごろにポケットを合わせていきます。しつけがしてあるので、その位置で合わせて待ち針をしておきます。ポケット口には3ミリほどゆとりを入れてるんですけど、アイロンのかけ具合とかで、もし浮かない場合は中心を合わせて少し浮くようにセットしてください。ポケットをつけます。身ごろの肩を縫います。肩を縫うときは伸び止め側を上にして縫ってください。下側は送り刃があるので、伸びそうな方を下にして縫うと良いです。肩にアイロンをかけます。見返しに隠れるカーブの部分は切り込みを入れておきます。だいたい 4.5 センチぐらいの位置は切り込みを入れておきます。身ごろの袖ぐりと袖ぐり見返しを合わせます。前と前が必ず合うようにしてください。見返しの肩の部分は半分に切っておくと少し薄く仕上がるので良いと思います。袖ぐりを1センチで縫います。袖ぐりを控えてアイロンをかけます。先にカーブのところに切り込みを入れます。縫い目の2ミリ手前まで切り込みを入れます。
これで表側に向かってきれいに縫い目を手でもいいので割るようにして裏を2ミリ控えてアイロンをかけてもいいですし、表に向かって表見返しではなく表身ごろ側に向かって縫い目が1ミリ見えるように一度アイロンをかけてからひっくり返すときれいに控えることができます。裏を 1,2 ミリ控えてアイロンをかけて整えます。身ごろのカーブの形になるようにアイロンをかけていきます。前身ごろと後ろ身ごろの脇を合わせて縫っていきます。合わせる時には見返しとのはぎ目ずれないように気をつけて縫ってください。柔らかい布で上から縫っていくと折り目を逆らうようにして縫って伸ばしやすいので A ラインの時には必ず下から縫うようにしてください。脇を縫います。脇にロックミシンをかけます。ロックも裾から縫うようにしてください。見返しに隠れるところから上は縫い代を割るので、前側を切り込みを入れて割っておいてからロックをかけます。脇の縫い代を後ろに倒します。裾の縫い代のかさばるところは、出来上がりの折り目まで半分に切っておくと薄く仕上がります。脇の裾の折り目はつながりよくもう一度折っておきます。ロックの後に切り込みを入れた前身ごろの上端から5ミリから1センチ下のところに切り込みを入れたんですけど、この部分から
見返し側は縫い代を割ってアイロンをかけます。そうすることでこの辺りが薄く仕上がります。襟ぐり見返しの端にステッチをかけていきます。見返しと身ごろをぐるりと縫っていきます。合い印があるので合い印を合わせながらぐるっと待ち針で留めました。身ごろと見返しを中表で合わせて裾から前端襟ぐりをぐるっと縫っていきます。見返しを返していきます。返す前に縫い代カットと切り込みを入れます。裾の角は三角に3ミリぐらい残して切ります。襟ぐりのカーブの部分は切り込みを入れてください。切り込みが入ったら見返し側ではなく表側に向かって縫い目が1ミリ見えるようにアイロンをかけてからひっくり返します。この1ミリ見えるように縫い目が見えるようにアイロンをかけることで裏が1ミリきれいに控えることができます。厚地の時には1ミリ半とか2ミリとか、ちょっと多めに折ると良いです。今回は割と薄地なので1ミリで折りたいと思います。
この部分 1mm 縫い目が見えるようにアイロンをかけるのが苦手な方は一度割ってから裏を控えるようにしてください。それでは裏を控えてアイロンをかけていきます。裾の部分は直角に折り曲がるようにこう目で見て整えて、最初に折っていた裾の三つ折りから自然につながるように1ミリ控えてアイロンをかけてください。そして前端のまっすぐな部分はまっすぐになるように、こう歪んだりしないようにまっすぐになるように整えてからアイロンをかけてください。見返し端に裏コバステッチをかけます。裏コバステッチは縫い代はすべて見返し側に倒して、見返し側に1ミリから1ミリ半のステッチをかけていきます。表にはかかりません。こうすることによって見返しの端が落ち着いてきれいに収まります。
最初と最後は下の端までは押さえが入らないので、押さえの入るところまでかけておけばよいです。見返し端を見返しと身ごろを沿わせて待ち針をしてから、見返し端5ミリのところにステッチをかけます。後ろ襟ぐりのみです。裾の三つ折り端を縫います。最後にもう一度縫ったところにアイロンをかけておきます。仕上げアイロンです。これをやることで仕上がりがぐんと変わってきます。ボタンホールを開けます。ナンバー21ハイネックベストを作ってみました。本では韓国布のヌビというキルトの布で作ってるんですけども、今回は春とか秋に着れる麻の布で作ってみました。厚い布でも作れるんですけど、割とこういう麻の薄手の布でも作れるのでアレンジして作ってもらえたらと思います。今回本の通りにボタン1個なんですけど、2個とか3個とか増やしても良いと思います。あとは、丈も今この丈で作ってるんですけど、もうちょっとこれは裾から平行に切ってもらって短丈に
してもらうとバストとパンツのセットアップできたりとか、そういうことも楽しめていくので、丈で遊んでみてもいいと思います。A ラインの少し立ち上がったハイネックの素敵なベストですので、皆さんも作ってみてください。服工房の気軽に楽しむソーイングのこの本の中の、今回は素材を変えてアレンジして作ってみたんですけども、この中のもの一通りは作ったんですが、他にもいろいろアレンジしたりセットアップで作ったりとかしてみて、参考になるように展開をしていこうと思いますので、期待して見ていってください。